いいですか。次に松並健太君。松並君。日本維新の会の松並健太であります。今回ですね、質問の前にでありますけれども、私もこの法務委員会、昨日から審議を聞いておりましてですね、なんか噛み合わないなと。で、私自身もオブザーバーとして、理事会にも参加してるんですけれども、今日も質問通告がどうのって、どういうことなのかなというふうに聞いてみますとですね、さっきも事務方さんにも聞くと、民進党の皆さんは今回、質問通告については、大臣の資質について、適格性についてということのみということであります。なかなかですね、通告というのは、やっぱり一度、私はですね、野党の戦略としてですね、私も野党の戦略、野党の端くれとしてですね、これも一度はこういうこともあってもいいのかなとは思いますけれども、やはり普通はですね、挨拶をしたら、こちらも挨拶で答えるって、これは人間の常識でありますけれども、やはり国会のルールとしてですね、与党の皆さんも随分とお人よしだなとは思いますけれども、こうしたことはですね、やはりある程度の通告一度出して、それをやり取りするというようなのは、やはり国会の慣例として、法務委員会でもですね、あるべきかと思いますので、委員長にはこのことをまたご報告お願いをいたしたいと思います。では質問に入らせていただきます。先般ですね、今日は私の方もですね、共謀罪については、もう大臣もお腹がいっぱいかと思いますのでですね、これについては触れませんけれども、先般、私は先の2月14日のですね、予算委員会で、ハーグ条約についての質問をさせていただいたわけであります。でご承知のとおり、民法766条が改正をされて、時間も経過をしているわけであります。以前、この、継続性の原則とか、こういったものをですね、論点としたこの民法766条の改正時はですね、私は法務委員ではありませんでしたけれども、自民党にも民主党にも、そして当時はおそらく無所属だったと思いますけれども、木内先生なんかにも、たくさんの先生方にですね、ご質問いただいて協力をして、これがなされたわけであります。しかしながらですね、こう連れ去られた親がですね、特に男性の場合は DV の嫌疑をかけられてですね、屈辱のうちに、非常にですね、辛い思いをしてですね、自殺をされるっていうような例も当時、朝日新聞の記者の方がそういう自殺をされたというのも、私がこの活動に関わるきっかけだったわけであります。2月14日もですね、私の地元の支持者の方でもこうした方いらっしゃいまして、その方のよく見てる SNS でですね、私の質問の直前にも、この問題でですね、私が同じ悩みを持っている方がですね、本当に親しい仲間がついに耐えきれず、明るい人だったけど、この問題、耐えきれずに自殺をなさったというようなことも、予算委員会の時には取り上げさせていただきました。またこれはですね、国際問題だと、先般はゴールドバーグ法という法案をですね、アメリカが作ったという事実、これ、外務省の方もですね、本当に、あまり内容を精査してなかったので、質問の時に訳も作ってくださってですね、解釈も作ってくださったんですけれども、これについてはですね、国賓の行き来とかですね、こういったものも止めるとかですね、安全保障上の措置を講じるとかですね、かなり人権問題としては非常に深刻な問題であります。さらにはですね、沖縄選出のある議員さんがおっしゃってましたけれども、アメリカに行ったときにですね、拉致問題を訴えた、日米地位協定を訴えた、じゃあ、日本何言ってるんだと、こうした問題があるじゃないかということが、逆にですね、向こうから反論をされて、結局はですね、日米地位協定をやっぱり覆すにはですね、今の現在のですね、日本の法の運用じゃ限界があるんだよなんていうことを、沖縄の先生から伺って、私も先般ですね、伺ってですね、大変この問題、やはり私たちしっかりと対応していかなければならないと思うわけであります。でこうした法律の問題に入る前にですね、やっぱりなぜですね、この連れ去り等が根本的に、おかしいのかということをですね、子どもの心理という面からまずは取り上げさせていただきたいと思います。で最近は非常にですね、人間の脳に関する知見というかですね、最近本屋さんに行くと脳に関する本というのが随分並んでるんですね。例えば男と女の脳はですね、右脳と左脳が脳量の太さが違うので、右と左の右脳と左脳のコンビネーションが違うと。だから男は地図が読める立体視が
バランスが悪いからできるんだとかですね、サイコパスの方は例えば脳の中の扁桃体っていうですね、恐怖を感じる部分の働きが弱いと。でさらに、内側前頭皮質とつながりが弱いからですね、衝動的な、いわゆる良心とか衝動的な役割についてはですね、こうしたことが弱いから、サイコパスになる。その分、サイコパスの方はですね、この社会でも、特に政治家、弁護士、こうしたところではですね、過断な決断できるとかですね、外科医さんとかもですね、こうした形質の方が多いと。脳の形質っていうのは、さまざまな、こうしたさまざまなですね、役割分かってきてですね、国民の皆さんにも今、子どもの脳とか、大人の脳でもいろんな種類があるっていうのはだいぶ浸透してきていると思うんですね。でそこでですね、先般も親子断絶防止議連なんかでも、出てましたけども、子どもの場合は脳の組織が入れ替わりが早いから、幼児性健忘症というものがあるということであります。子どもはものが忘れやすいと。でそれに加えてですね、今日ちょっと私の4枚目の資料でありますけれども、これを見ていただきたいんですが、この4番目の資料ですね、これは藤田保健衛生大学総合医学研究所のですね、宮川先生のお作りになった資料ですけれども、ウェイドさんという学者の記憶植え付け実験というものが出されています。これについてはですね、例えば、4枚写真を用意して、で3枚はその人の若い頃の写真だった。小さい頃の写真、4から8歳の時の写真ですね。で、1枚はですね、この右にあるように、子供の頃の写真をこの気球に乗ったことないんですけど、気球に乗ってたっていうようなのを入れると。で、この4つのストーリーをですね、第2段階で、あの時こうだったね、1はこう、2はこう、3はこう、4はこう、気球に乗った時もどうだったかっていうようなことをこう、お話ししていただくと、イメージをして話していただくらしいですね。で、イメージを話していただいて、この被験者大体ここにあるように18から28歳ですけれども、じゃあこれはどうだったかっていうと、結果はですね、ここにあるのは、18から28っていうともう大人ですけれども、こうした人たちがですね、気球に乗ったことないのに、気球に乗ったの思い出したよと。で、気球に乗った時はこうだったねっていうことを説明しだしたと。いかに子どもの頃の記憶というものについてはですね、あやふやになるのかと。これがいわゆる幼児であればですね、偽記憶というのは、重々にこう、刷り込みが非常に可能だということであります。こうしたことをですね、この親子断絶の問題から言うと、期間が空いてしまうと、非常にこの親子の問題についてはですね、子どもがですね、刷り込みをされると、もし話された父親だったら父親にひどいことされたんだとかですね、さらに言えばハイダーの認知的バランス理論というのがあるんですけれども、親と片親と、両方バランスを取るようになるわけですけれども、親が離れているとですね、やっぱり近しい方に近づいていくという心理も働くというような心理学的見地というようなものもあると、こうしたことをいろいろ今出ているわけでありましてですね、まずもって伺いたいのは、これからこういうものを扱う調査官、それから裁判官においてもですね、こういう裁判に関わる皆さんは、こうしたことについてですね、最新の見地を、私はこれ、非常に学んだ方がなされるべきであると思いますけれども、現在の仕組みどうなっているのか伺いたいと思います。最高裁判所、村田家庭局長。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、子をめぐる家族間の紛争におきましては、この特性を理解し、これに応じた判断を行う必要があるものというふうに理解をしております。裁判官といたしましては、その個別の事件を処理するにあたりまして、この特性等を適切に把握、評価するために、必要な専門的な知見及び技法を有する家庭裁判所調査官による調査を活用しておりますが、これに加えまして、裁判官自らもこの特性に関する知見を得ることも重要であるというふうに認識をしております。このような観点から裁判所におきましては、これまでも家庭裁判所調査官の研修を充実させることはもちろんでございますが、家事事件を担当する裁判官を対象にいたしまして研修を行ってきておりまして、精神医学の専門家でありますとか、心理学等の専門家をお招きしてご講演をいただいたり、
これを踏まえた共同研究を実施したりするといったことをしております。裁判所といたしましては、こう巡る紛争を担当する裁判官、その他の職員が適切な知見を得ることができるよう、一層の研修の充実に努めてまいりたいというふうに考えております。松波健太君。具体的になんですけれども、今申し上げたこの幼児性健忘と二性記憶の関係とかですね、それから、先ほど申し上げたハイダーの認知的バランス理論なんていうものも、やっぱりそれは具体的には教えられてるんですか。村田家庭局長。お答え申し上げます。今、手元に詳細なご講演いただいた内容の資料がございませんので、その理論について、研究を深めたかということは、直ちにお答えしかねるんですけれども、司法精神医学ですとか、教育学、それから臨床心理学、学校心理学、こういったさまざまな関連する分野の大学の教授の方、あるいは医師の方をお招きしてご講演をいただいておりますので、ご指摘のありましたようなものについても触れられていることがあろうかというふうに思います。松波健太君。短くでいいんですけれども、こうした最新のですね、知見を特にこうした親子断絶の問題とか、こうしたものに関わる方には、特にですね、これから研修をしていただきたいと思いますけれども、それについて一言でお願いします。村田家庭局長。先ほども答弁いたしましたとおり、研修の充実につきましては、裁判官、それから家裁調査官につきましても、一層の充実を図っていきたいというふうに思っております。松波健太君。それではですね、本題というかですね、今回のハーグ条約に関わる、問題点について触れていきたいと思いますけれども、この継続性の原則っていうのがですね、非常にネックになって、ハーグ条約においてはですね、連れ去ったら現状に戻さないといけないというのがあるわけでありますけれども、なかなか日本の方では民法766条を改正したのに、その運用についてはまだまだ問題があると。今まではアメリカだけが問題でしたけれども、先般の私は予算委員会ではですね、イタリアでも大手氏がですね、大きくこれを報道しているというような現状もありましてですね、やはり国際問題として、これ以上広がりを見せる前にですね、我々は拉致問題も抱えているわけでありますから、ここをしっかりと対応しないといけないと思いますけれども、まずもってですね、端的にこの継続性の原則というのをもう一度ですね、大臣に定義を伺いたいと思います。金田法務大臣。松並委員のご指摘、ご質問でございます。ご指摘の継続性の原則とは、裁判所が親権者や看護者の指定をする際の基準として、親子の心理的な結びつきを重視をし、それまでの看護状態を継続させることが、この利益にかなうという考え方を指しているものと承知をしております。松波健太君。しかしですね、これが非常にネックになってですね、こうした連れ去りの問題があるということでありますので、先ほどからの民法766条の改正時にですね、参議院法務委員会で、当時は枝法務大臣ですかね、ご答弁されているのは、非常にいい答弁だと思うんですけれども、継続性の原則があるから、だから連れ去った方が得だと、そういうことがあってはいけないというようなですね、これ、平成23年5月17日の参議院法務委員会の答弁でありますけれども、これについては金田大臣も全くこの答弁を踏襲されているということでよろしいわけですね。金田法務大臣。両親が離婚する際の親権者の指定につきましては、どちらの親を親権者とするのがこの利益に資するかということを最も優先して、考慮すると、そして判断がされているものと考えておるわけであります。従いまして、私は具体的にはですね、それまで
主としてその子を看護してきた者が誰かということに加えて、父母の側の事情として、それぞれの養育能力、子に対する愛情、看護に対する熱意、居住環境、そして面会交流に対する姿勢、看護補助者の有無、およびその体制というんですかね、そういうものをですね、その法務委員会での平成23年の答弁を踏襲していらっしゃるのかと、それだけです。はい、その点につきましては、私は今申し上げた中のですね、答弁、今僕が申し上げたのを踏襲している。許可を求めて発言してください。大臣次です。私がでしょ、はい、私が踏襲している。一言でよろしいです。はい、23年の民法等の、その一部改正に際しての考え方について、私も今申し上げた形になっているわけですけれども、私は別居する際に、子どもを連れ去った方が親権者の指定において有利になるということには、直ちにはならないのではないかなという理解も持っているつもりであります。委員長、松並健太君。これにちょっとこれの時間を、費やすとは思わなかったんですけれども、継続性の原則がある、つまり自分が連れ去ったということがですね、いきなりそれ連れ去って元のところに戻すというのがハーグ条約の趣旨でありますので、僕は非常にこの当時の法務大臣答弁明快だなと思って挙げたわけですけれども、もう大臣一言でよろしいんで、この連れ去り得、継続性の原則があるからといって連れ去った方が得だと、そういうことがあってはならないとおっしゃってるんで、そのスタンスは変わりませんねと、もう本当にイエスはノーでよろしいんで、その当時の大臣答弁踏襲するとおっしゃっていただければそれでよろしいです。金田法務大臣。細かくいろいろ申し上げて、時間を費やしてしまいました。イエスでもちろんであります。ありがとうございます。松並健太君。はい。どうもありがとうございます。で、これ、最高裁についても言えるんですけれども、当時ですね、継続性の原則を適用すべきではないという議員の指摘に対して、最高裁の笠井局長がですね、法改正等が行われた場合、新たに定められた法律の趣旨にのっとった法の解釈、適用あるいは実務の運用がなされるべきであると答弁をされているわけですけれども、当然、最高裁、当時家庭局長が答えているんですけれども、最高裁のスタンスもその通りだということを確認したいと思います。最高裁判所村田家庭局長。お答え申し上げます。親権者の指定等の判断は事案に応じて裁判官が個別具体的な事情の下で判断すべき事柄でございますけれども、民法766条でこの利益を最も優先して考慮しなければならないとされていることを踏まえまして、一般的にはこの福祉の観点からさまざまな事情を総合考慮して判断することになると思っております。委員ご指摘の平成23年民法等の一部改正の際の当時の最高裁家庭局長の答弁もそういった趣旨のことを答弁しておりまして、それについては変わりがないものというふうに考えております。松並健太君。この当時の答弁、私、非常にいい答弁だと思うんですけれども、これがなかなか裁判結果に反映をされていないんではないかなというふうに感じております。で、特にですね、1月26日に東京高裁で、離婚訴訟の高裁判決でですね、報道がですね、結局、これ、千葉の松戸でですね、画期的な判断が出てたわけですけれども、高裁がひっくり返したと、その時にもですね、産経新聞は、同居の親を優先する従来の継続性の原則に基づいて、親権者を認めたとかですね、日経では弁護士さんの批判としてですね、従来通り継続性だけを重視した判決っていうようなことが書かれていると
いうことでありまして、各紙ですね、この継続性の重視がまだ過度であるということを書いているわけでありますけれども、やはり私は高裁の判決といえどですね、これはやはり法の範囲には服するべきだというふうには当然思いますけれども、高裁判決ですね、食い違っこの民法766条を改正したにもかかわらず、いまだにですね、このハーグ条約の趣旨等と我が国も批准しているわけですけれども、これと食い違っていると私は感じるんですけれども、大臣、いかがですか。羽田法務大臣。ご指摘ございましたが、別居する際に子どもを連れ去った方が親権者の姿勢において有利になるということにはならないというふうに、私も理解をしたいと思っております。松波健太君。ありがとうございました。これからですね、やはり、私どもはですね、この世界の潮流としっかりと流れを合わせてやらないとですね、国際問題にこれ以上発展するようなことがあっては、私は国益にはかなわないし、何よりも、先の冒頭に、挙げました自殺をされた方々のですね、思いにも報いるためにもですね、我々こうしたことはしっかりとやっていかなきゃいけないと思います。では